さあ、それでは強豪校の陰に隠れていたともいえる高校の吹奏楽部が今やもう全国大会を目標にできるほど急成長を遂げています。きっかけはある先生との出会いでした。今月、旭川で行われた吹奏楽のコンサート。ひときわ目立っていたのは旭川明星高校吹奏楽部。タンバリン隊も登場し、パフォーマンスも交え会場を盛り上げます。明星高校吹奏楽部は今急成長する注目の吹奏楽部。3年前に初めて地区大会を突破し、全道大会でも創部初の連続金賞を受賞しているんです。部員は現在80人。この3年で2倍に増えました。なぜ皆さんこの学校の吹奏楽部に入部したんですか？自分もこういうお客さんに元気を与えられる存在になりたいなみたいな思って、明星の定期演奏会行ってやっぱ続けようかなと思って入りました。部活のことだけじゃなくてそれ以外のことでもちゃんと向き合ってくれるっていうか、今まで会ったことない先生です。淳先生の元で吹奏楽をしたいなって思ったからです。現在顧問を務めるのは佐藤淳先生。生徒からは淳先生と慕われています。先生はもともと別の公立高校で顧問を務めていましたが、定年後その指導力が見込まれ、今は明星高校の吹奏楽部を任されています。慕われる理由は生徒との向き合い方。本当に20代の頃は生徒が分かんないこととかできないことに対して正直言ってただこっちサイドが苛立ちを持ってなんで分かんねえんだよっていうふうに接してたのは間違いないんですね。でも長いこと生きてると失敗する成功するってどっちも原因があるっていうことが分かりだした時に、一緒にそのできない原因を探そうっていうふうに変わったかな。トップダウンじゃなくて一緒に考えるっていう、かっこいい言葉でいくと寄り添っていくっていうのかな。そんな先生が何十年も続けているのが部活ノート。部員たちが毎日のようにメモを記す、いわば先生との交換日記です。開いていくと昔の自分こうだったなとか、こんな考えだったなとか、成長したなとか、逆に前の方ができてたなとか、そういうことが分かるのでめっちゃ自分のためになってます。書いていただいたのがめっちゃ励みになって、落ち込んでた時とかも頑張れってなって思います。先生は一人一人のノートに必ず感想や意見を書き込みます。その言葉一つ一つが生徒たちの奏でる音を磨いています。先生のことを昔からよく知る人物が同じ高校に。商業の授業を担当する磯貝百合子先生です。実は淳先生の元教え子で、当時吹奏楽部の部長を務めていました。磯貝先生は去年お子さんが生まれ、今は部活動から離れていますが、3年前まで明星高校で吹奏楽部の顧問をしていました。淳先生と出会ったのは中学生の頃。中3の時の大会で全道大会に行けなくて、しかも銀賞だったんですよね。それですごい不完全燃焼してて、で結果発表終わった後に恥ずかしげもなくすごいみんなで泣いてって、
でその時に淳先生がなんかこうパッと来て「でいやお前ら立派だったから大丈夫だよ」って胸張ってねって言ってくれたのがすごい私としてはやっぱりこう吹奏楽をちゃんと始めるっていうののきっかけにはなったのかなと思って局長に行こうっていう気持ちになれたので、私局長に行かなかったら今ここにもいなかったと思うので、はい、それはすごく印象的な出来事でした。はい。遡ること4年前、淳先生の姿は旭川商業高校にありました。旭川商業高校、略して旭商吹奏楽部は部活に憧れて入学を決める生徒がいるほどの名門。全国大会にもこれまで10回出場しています。淳先生はその旭商で29年にわたり顧問を務めました。これはもう私の黒歴史ですね。これ私旭川商業来る前の新卒の頃ですね。ほらほらすんげえわけ。ああ懐かしいね。東京の音大を卒業し教員になった淳先生。初めての赴任地は斜里町でした。この時の自分に何か声をかけるとしたら先生。頑張り方間違ってる。昔だったらこうだからこうだろ、だからこうしなきゃダメなんだよって、できるようになったらこっち来いっていう指導はしてたな昔はな。しかし気持ちとは裏腹に思いが届きませんでした。高校生にしか出せない美しさってなんだろうって考えて僕のトップダウンじゃなくて子どもたちのアイデアを最大限に生かしてそれを達成していくっていう、子どもたちがだから生き生きするのかな。当時の全道コンクールに向け行われた強化合宿にもカメラが密着しました。コロナ禍を経て2年ぶりに開催される全道コンクールとあって練習にもこれまで以上に熱が入っていました。どこが課題かに見っける投手だからね今な。だから1個こけだからってへこたれねえでこいよ。しかしレギュラーに選ばれるのは部員の3分の2。舞台に立てない生徒たちの気持ちも先生は分かっています。どんな涙？開演前。ちゃんと喋る。なんか自分とかはなんかどうせみたいな考え方をしてて、でもなんか合奏とか参加したらなんかもう気分もどんどん上がってきて、でなんかだけどキャリアも違うし技術の違いもあるし、でもお前はいいじゃん、悔しいって感情をさ今回体験できただろ。努力したからだぞ。わかるか？アブは3ヶ月前の自分と今の自分とどっちが好きだ？そうだよな。うん。今の方がずっとかっこいいぞ。みんなもそう思ってるよ。悔しさと憧れっていうのは人間の頑張れるエネルギーだ。いいかい？だからすごく挫折とかね、人間は大切なの。先生なんか挫折の塊だからな。くじけそうだよ。でも諦めないでやってると新しい自分に会えるんだよ。涙の分だけ強くなれる。いつも全力で向き合う先生の言葉は生徒たちの心の原動力になっていました。
そして2022年、定年まで2ヶ月と迫った先生にとっておきのプレゼントが待っていました。その名も淳先生ありがとうコンサート。実行委員長を務めたのは28年前の卒業生。かつての教え子たちが動きました。安倍さんって40ぐらいなの？43になりましたよ。当時の先生より一回り大きくなっちゃいました。そういうことか。そうかそうか。中には親子ともに元教え子だという方も。先生の式で吹けたらなっていうのはだけどまさか叶うと思ってなかったからいい機会。そして淳先生のラストコンサートが幕を開けました。28年ぶりに会った教え子もいます。とにかく楽しんで皆様と幸せな時間を過ごしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。赤のジャケットは当時現役の教え子、黒のスーツは年齢もさまざまな卒業生、合わせて160人近くが全国から駆けつけました。それぞれがそれぞれの記憶を胸に音を合わせます。29年分のありがとうを込めて。そして最後にはとっておきのサプライズが先生を待っていました。これより戴冠式を行います。吹奏楽部顧問佐藤淳。教え子の皆さんが秘密で用意した先生の卒業セレモニーです。29年間という本当に長い間よく頑張った。卒部おめでとう。ありがとう。ありがとうございました。あれから3年、また新たな物語が始まっています。今の吹奏楽部の目標は夏のコンクールで初の全国大会に行くこと。やっぱり全日本に行くことが今の一番の目標で、愛されるバンドになるっていうのもずっと掲げてきた目標ではあるので、結果とやっぱ行動とそういうので見せていける部活にしたいなと思ってます。僕の場合は音楽を使って輝くって言ったらちょっと大げさかな、ゲラゲラする、なんて言うんだろうな、充実していくっていうもののお手伝いをして蹴ること
に携われる間は携わっていくっていうのが目標かな。昔はねっていう言葉が出ちゃったらもうそれでもう終わりだと思ってる。だから今のニーズに合うように勉強して消化させて、こうなんじゃないのかなっていう、いやこういう考えもあるんじゃないのかなっていうアプローチを心がけてます。すごいよ生徒は。それぞれの目標を胸に旭川明星高校吹奏楽部の挑戦がスタートしました。行くぞ全日本。いやー、なんか指導者っていうのはこう、ね、やり方をこう押し付けるんじゃなくて、あくまでもこう皆さんを導く人っていうのが先生を見てると分かりますね。先生の言葉が本当に温かかったですよね。きっと今だけじゃなくてこれからの人生においても困った時に背中を押してくれるようなそんな言葉なのかなというふうに感じますよね。音楽だけじゃないものを教えてもらってましたね。今回取材にお付き合いいただきました旭川明星高校吹奏楽部ですが、目標は全国大会ということですが、まずは8月の旭川地区大会に臨みます。さらに明星高校吹奏楽部の皆さんに日本テレビ笑ってこらえての名物コーナー吹奏楽の旅が現在密着取材しているんです、今後放送予定ですのでこちらもぜひご覧ください。成績結果っていうのは最終的についてくるものでね、まずは本当に頑張ってる北海道の高校同士切磋琢磨して、皆さんがこう納得のいくそんな演奏ができるってことをね、私も高校時代ブラスバンド部で、ちょっとね適当にやってたんで本当に悔しい羨ましいって思いで見てます。応援してます。頑張ってください。素敵な選手の1ページになりそうですね。